一緒に、いねけんねが。こんにちは、ベロニカです。以前上げた動画で、軽く言語と方言について触れたんですけど、今回はもっと深く踏み込んで、言語と方言の違いについて皆さんとお話しできればいいなーって思ってます。そのうち動画化するって言ったんで、まだやるつもりなかったんですけど、流れ的に繋がってる方がいいかなーって感じたので、早速作っちゃいました。で、結論から言うと、違いを明確にするのは無理。でも、動画をここで止めるわけにはいかないの。止まるんじゃねえ。だからまずは意味から見ていきましょう。この時点で言語って調べると、人間が音声または文字を用いて、事態、思想、感情、意思などを伝達するために用いる記号体系、またそれらを用いる行為、言葉っていうのが一つ目に出てきて、二つ目の意味に、ある特定の集団が用いる音声または文字による時代の伝達手段、個別言語、日本語、英語の類。今回はこっちの2個目の意味の方を思い浮かべたらいいと思います。で、もう一つ AA 辞書でも調べてみたの。Oxford Advanced Learners Dictionary っていう辞書の中だと language という意味は the system of communication in speech and writing that is used by people of a particular country or area。訳すと、特定の国や地域の人々が使用している話したり書いたりするコミュニケーションのシステムっていう意味になります。こうやって見ると、さっき挙げた広辞苑の二つ目の意味と結構似てるよね。じゃあ今度は方言の意味を調べてみましょう。広辞苑だと、一つの言語において使用される地域の違いが生み出す音韻、語彙、文法的な相違、またそのような相違に基づく同一言語の回区分、地理的方言、東北方言、沖縄方言っていうのと、共通語に対してある地方だけで使用される語。どっちも聞き慣れた感じの意味ですね。で、さっきのオックスフォードの AA 辞書だと、The form of language that is spoken in one area with grammar, words, and pronunciations that might be different from of the same language って書いてます。で、訳すと大体同じ意味になるのね。ただ唯一違うところが、広辞苑だと、回区分っていう言葉が使われてるのね。なんで回って考えられてるのかっていうのが、今回のキーワードになるんだけど、これは最後にお話ししたいなと思います。はい。二つの辞書で意味を確認してきたんだけど、おおむね二つとも似たような意味で定義されてるし、辞書に書いてあること自体は別に間違ってないと思います。ただこのままだと、ちょっと曖昧なので、もっと違いを掘り下げていきましょう。で、話す前に言語学者としての前提というものをお伝えしたいです。一つ目、言語学は規定するためじゃなくて記述するため。どういうことかっていうと、何かを決めつけたいわけじゃないの。特定の地域で話されている言語を記述するっていうのがあくまで仕事で、君はこの地域に住んでるからこの方言を使うべきだとか、君の方言は間違ってる。この場合語尾はこうあるべきだ。みたいなことは絶対言いません。二つ目、すべての言語に規則がある。すべてって言ったんだけど、要は自然に発生した言語ってことね。つまり、方言にもルールっていうのは存在していて、体系的であるって考えてます。方言って聞くと、中には単純に話者が手を抜いて話してるだけとか、正しい言語を使っていない、ただの怠慢だって考える人もいるんだけど、決してそんなことはないです。で、これは感情的にそう言ってるんじゃなくて、例えば、もし方言に規則がなければ、あるコミュニティ、ある共同体の中でそれ使えないよね。
だって理解されないから。個人一人一人が勝手にそれぞれの言葉で喋ってるだけってなったら、コミュニケーション取れないよね。意思疎通できないよね。でも、できてるっていうのは、それはルールがあるから。三つ目、言語そのものを観察するとき、ライティング、書くことよりも、スピーキング、話すことに注目することが多い。理由としては、ライティングだと音とか発音とか重要な要素が抜けちゃうからっていうのもあるんだけど、それよりも書くことより先に話すことを人間は学ぶから。話すっていうことは基本的に全ての人間が持ってる能力なのね。でも書くっていうのはもっと限定的なの。それは教育がなっていないとか、勉強していないからとかそういう話じゃなくて、単純に文字がないからとか、記録するシステムを持ってない言語っていうのも普通に存在するから。私たちの中には、聖書法、正しい書き方がある言語の方が偉いんだ。公的な文章で使われてる方がすごいんだって考える人もいるんだけど、そんなことはないです。最後、言語に違いがあるのは普通。感覚でわかると思うんだけど、方言は世界中どこにでも存在します。私の国に住んでる人たちはみんな等しく同じように話します。絶対にないです。アメリカ英語、イギリス英語みたいに国単位で存在してるだけじゃなくて、その中にも細かい地域、なんなら細かいコミュニティ共同体の中でも使われてます。だから、方言が存在することは普通です。じゃあ、これらの前提を踏まえて、違いが起こりやすい箇所を一個ずつ見ていきましょう。最初は語彙。要は単語が違うってことだよね。これは気づきやすいし、話題にもしやすいと思う。単語が同じでも、例えば意味が変わってるもの。直すとか。広く知られてる意味は修繕する、壁を直すとかね。だと思うんだけど、関西だと片付けるっていう意味になるの。で、他にも単語そのものが変わることもあるよね。上靴っていうのが他の地域だと上履きになったりとか、あとどっか忘れたんだけど、バレーシューズって呼ばれてるところもあるらしい。で、英語だと、サブウェイとアンダーグラウンド。アメリカ英語とイギリス英語で同じものでも読み方が違うっていうのは、全然あるし、他の言語でも普通にあります。次に、音。これもね、気づきやすいと思う。例として、ありがとうって言葉を使いたいんだけど、一応標準とされてるのが、ありがとう。りに一番強い音が来るんだけど、関西だと、ありがとうって最後に上がるようになってるのね。で、英語だと何があるかなって思ったんだけど、この often って単語、アメリカだと t を発音しないんだけど、イギリスだと often t 発音するのね。で、また他には r の音、car と car。R を強く発音するかしないかっていうのが、アメリカ英語、イギリス英語を分ける、一つの要因なんだけど、そういうのも音に関わってきます。最後に、文法の違い。これは、あんまり意識したことないかもしれないんだけど、一番特徴があると言っても過言じゃないです。ここで言う、文法的な違いっていうのは、形態論。またいつか動画にするんだけど、要は単語がどうやって作られているか、どうやって変わるのかっていうこと。例えば、標準語だと、できないっていうのを、関西弁だと、できへん、できひんとか、語尾が違うよね。他にも、何々だよねっていうのを、関西だと、何々やんなに変わったりすることがあると言います。で、こういうのは、もちろん他の地域によっても違ってくるし、テレビとかでもね、取り上げられたことあると思います。で、英語だと、あんまりね、耳にすることないかもしれないんだけど、例えば、キャッチ。これの過去形わかるコートなんだけど、これがアメリカの一部の地域だと、キャッチって言われてるらしい。正直こっちの方が覚えやすいよね。なんか中学生とか、こっちで教えた方が喜びそう。さて、
今までずっとその方言とか言語そのものに関する違いについて触れてきたんだけど、私が思ってる言語と方言の違いはそこじゃないの。広辞苑に載ってあった貝っていう言葉覚えてる？なんで貝って思われてるのか。それを表す言葉があるの。A language is a dialect with an army and navy. 訳すと、言語とは陸軍と海軍がついている方言である。これを言ったのは、マークス・ウェンウェイっていうロシアの言語学者なんだけど、どういうことかというと、結局、政治がそれを分けてるってこと。例えば、大阪は今、日本の一部だけど、独立することになりました。そうしたら、言語はどうなるかっていうと、日本語じゃなくて、大阪語になる可能性があるの。あくまで可能性の話だけどね。もっと私に近い例でいくと、ポルトガル語とスペイン語。この二つってめっちゃ似てるの。もう9割同じ。ポルトガル語話せる人はスペイン語一切勉強しなくても意味わかるし、スペイン語わかる人はポルトガル語一切勉強しなくても意味わかる。じゃあなんでこれ二つに分かれてるの？それは、スペインという国とポルトガルっていう国が存在してるから。これがもし一つの国だったら、スペイン語はポルトガル語、マドリード方言になったり、あるいはポルトガル語がスペイン語、リスボン方言で呼ばれてたかもしれない。だから結局、方言の違いっていうのは政治的に力を持ってるかっていうところに依存する部分が多いって私は思ってます。いかがだったでしょうか？もちろんね、私の言ったことが 100% 正しいとは思わないし、絶対他の意見っていうのもあります。ただ、いずれにせよ、みんなが使ってる方言というもの、それはすごい大切にしてほしいなって思います。東京とか都会に出て、困ってると思われるのは嫌だから隠しちゃおうって思っちゃう人もいるんだけど、恥ずかしがらないで使ってほしいです。みんなが使ってる言葉っていうのはとても貴重なんだけど、大事にしまっていても意味ないの。だからどんどん使って見せびらかそう。この動画を気に入ってくれた方はチャンネル登録と高評価、そして自分たちの方言でコメントを書いてください。では次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。Only come out at night. When I wake up, only come out at night. 私が最初に言った言葉、あれ一緒に言ってくれるっていう意味なんだけど、山形弁なのね。で、私実は一瞬だけ山形に住んでたことあるらしくて、全く記憶ないんだけどね。で、20歳になった時に、私の父さんの友達、山形に住んでるんだけど、遊びに来ないって言われて、行ったの。で、やっぱり違うなぁと思ったの、言葉が。結構ね、衝撃的だったんだけど、でもちょっとだけワクワクした。聞いてて。うん。まあみんなもね、東北、観光するとこいっぱいあるし、よかったら行ってください。まあちょっと、状況的に行けないんだけど、まあ全部収まったら遊びに行ってください。はい。うん。どうやって動画を出すよ。どうしようしなー。